船坂の村を歩く。今回は沖縄県南部の先島諸島、宮古島と石垣島の間にある真っ平らで楕円の形をした多良間島を歩きます。多良間空港までの飛行時間は15分を予定しております。着いた。おはようございます。マンボです。今回はですね、沖縄県先島諸島多良間島に来ています。この島2回目なんですけどもね、なんでまた来たかと言いますと、この後ろに見えるあの島、みんな島に渡るためなんですね。私ですね、日本中の橋の渡っていない有人島をですね、片っ端から歩いてその集落の姿を記録に収めてるんですが、あの島がですね、残り2つのうちの1つなんですよ。満を持してやってきたんですけど、なかなか天候が悪くてね、渡れないんですね。一昨日から天候回復するの待ってるんですけども、今日も無理ですね。この先にですね、島の北側にあります前泊港という港があります。そこから船が出るんですけどね。みんな島は最終日にかけることにして、まずはこの多良間島をじっくり歩きましょう。こちらがですね、多良間島全景です。綺麗な円形でしょう。ちょっと楕円かな。集落としてはこの島の北側、この部分に集まってます。集落内の標高は平均10メートルから13メーター。で、一番高いところで、八重山東海台っていうのがあるんですけど、そこで標高が34メーターですから、非常に平べったい島ですね。隆起サンゴ礁の島になります。港が島に3カ所ありまして、集落に一番近いところ、北側に前泊港、それから南東のところに普天間港、で、南に、多良間漁港というのがありますね。飛行場はこれですね。これが多良間空港。ご覧のように島全体に農地が広がっておりますけども、畑ですね。サトウキビ畑なんかが広がっています。漁業はあまり盛んではありません。
島の北側ね、ちょっとこれ拡大した写真になってますけど、前泊港から8キロぐらいのところかな。そこにみんな島という島があります。水を治める島と書いてみんな島。結構集落大きいので、行ったり来たりしながら全体を歩いていきたいと思います。前泊港のフェリーターミナルです。このところずっと、宮古島からのフェリーが欠航してましてね、今日は少し天候が回復して、フェリーが出ているようです。ただね、ここの港には着かなくて、島の南東にあります普天間港、そっちの方に今日は着くようです。おお、古めかしい廃所がある。ここはですね、伊比の廃所って言いましてですね、多良間集落の入り口ですよね、玄関口。そこにある場所ということで、この前泊港が唯一の港だった時に、航行の安全を祈願するために建てられた廃所。前泊トゥプリー。前泊りか。トゥプリっていうのは、島から海岸線に出る道のことを言います。で、こっちですね。この防風林がガーッとあるんですけども、そこを抜けてですね、多良間集落の方に向かう道があるわけです。多良間の2つの集落、2つの集落ってもくっついてるんですけどね。その中筋集落の方に抜ける道。泊宇滝。中筋集落から前泊港に向かう道、前泊道路に面してある宇滝なんですが、建物はそんな古くないんですね。ね、これ面白いんだけど、こう見るとね、左右対称ですよね。で、片側にちょっと軒が出ていて、水場みたいなのがあるんですよ。で、これね、参道まっすぐ来たときに、拝殿のセンターにぶち当たってないんですよね。ちょっとこうずらしてるんですよね。海岸線から集落に向かって歩いてきて、標高が一番高くなったなっていうところにですね、宮古東美台つながります。ここに東美湾を置いてですね、海上を監視してるんですね。怪しい船が来たりとか、あるいは、殺虫船などがやってきた、お客さんがやってきたということになりますと、その入港をですね、首里王府に通報するようにということで、島伝いにのろしを上げて、それを知らせるんですね。今で言うメールです。インターネットのメール。よいしょ。くの字に道が曲がっていまして、で、この東美台の真ん中に方位を示す石があるということなんですが、本当にこれが方位を示しているのかやってみましょうか。よいしょ。こういう風に北を示してるのかな。前泊道路。こっち行くと中筋の集落の方なんですがね。その左手、ちょっと開けたところがあって、畑があるのかなというような感じなんですけどね。そういうわけでもない。あそこにね、お墓が見えますよね。そして、この左手の山というか丘のところにですね、入っていく道が何本かあるんですね。おー。
ああ、すごいね。いや、見事ですね。おー、失礼します。ああ、すごい。うん。そこにありますし、それから左手ですね。こちらにもありますね。沖縄に来たらね、お墓をぜひ見てください。独特ですからね。命の湧き水。天川です。沖永良部島でですね、洞窟の底に水場があって、集落の人たちはそこに水を汲みに行っていたという、レポートを前にしましたけれども、それと同じですね。石灰岩質の地盤ですから、川は地下に流れているということですね。よいしょ。階段がちゃんと切ってあるけど、雲の巣があるからね。よいしょ。わあ。おー。続いてる。おー。真っ暗だな。ちょっと見えませんぞ。ああ、骨濡れてる。うん。これぐらいにしときますが、ずっと下にずいぶんぐちゃぐちゃな道が。これ、下。史跡ウプメーカ。メーカっていうのはお墓のことです。宮古諸島に5つある長久宮墓の一つだそうです。石積み残ってますね。ちょっとね、多良間島はもう石塀、石垣はあまり残ってないんですけどね。ここは地形に高低差があるんで、残されてるんじゃないでしょうかね。この建物は多分商店をやってる民家だと思うんですけどね。あそこが2階建てなんだけど、手前が平屋になってますね。で、屋根の上に柱が出てますよね。これはね、鉄筋コンクリート像で作った沖縄の民家の特徴でありまして、将来増築できるようになってんでしょうね。こういうの多いですよ。この道は東西の目抜き通りですね。これまっすぐ行くと中心部に行きますが、ちょっと一旦南の方に行きますね。この変わった建物は、多良間小学校。そして現れましたね。沖の深い RC 像平屋民家。どうでしょうか。でかい1メートル50センチぐらいじゃないかな。ここにもあります。沖縄の島へ行きますと、コンクリートブロックの塀が多いんですが、
ハブがいる島ではですね、石塀の中にハブが潜むと危ないということで、その石塀を取り除いてですね、コンクリートブロックの塀に取り替えてるっていう場所が多いんですけれども、ここの多良間島にはハブがいませんから、どっちかというと、道路を広げるためだと思います。多いですね。RC ゾーンの民家がね。実はこれ1959年、昭和34年にですね、宮古島台風っていうのがありまして、その時にかなり被害を受けたんですね。この宮古島周辺の島々ですね。宮古島、それから多良間島、伊良部島なんかもそうですけどね。でもその時っていうのはアメリカの統治下だった時期なんですよね。ですから RC 像で建物が割と建てられてたというのもあって、このように民家の復旧がRC 像で行われています。だからどうでしょうね。このように結構傷んでますね。これはね、被りが少ないのかな。どうしても軒のところからやられるんだよな。黄色とブルーの鮮やかなペンキで塗られたコンテナハウスが見えてきましたけどね、ここはですね、タラマンタインという宿泊施設です。私ここにずっと泊まってます。なかなかね、居心地いいですよ。部屋の中こんな感じです。ずっとね、天気悪かったもんですから、もうこの宿に3泊してます。今晩もう1泊して明日、実はみんな島に渡ります。流しが、この井戸は洞窟から猫が水に濡れて出てきたのを見つけて、水があることが分かり開削されたと伝えられている。どれ？これ？これですか。入れますね。こっから入るんだ。面白い。おこういうとこにあるんだ、水場がね。うわぁ、すごい。洞窟じゃないですか、これ、完全に。うわぁ、すごい。おー。うわぁ。これ今降りてきた階段。こういう風に開いてて、ほら、すごいぞこれは。手すりがなかったら危ない。これさ、すごいって何がすごいってさ、この木、このね、上の木がね、ずーっとね、根を伸ばして、この水のある位置までね、根が伸びてるんだよね。すげえ。よいしょ。ふわぁ。でも水ないわ。深い。で、ここに、多分ポンプがあるんですよ、ここに。ポンプがあって、いやー、これ素晴らしい。ほら。めっちゃ静かですよ。これね、この階段作ってあるもんね。こういう風に塀が作ってあるんだね、落っこちないようにね。
この木ですよ。この木の根っこがさ、下まで伸びてんだよ。はあ、面白いね。流し川、売川でした。売川っつうのは上から直接水を汲めない井戸のことだそうです。いや、感動でした。そして、ここです。宝護林というですね、林。防風林ですよね。それが向こうからずっと伸びていると。役割はですね、多良間島の村落や畑の暴風、膨張、防火、土砂の流出予防、適度の温度湿度を保つなど多くの役割を持っていますと。幅が5、6メーターっていうところですかね。この宝護林を抜けると、一面は畑。石垣残ってますね。この左手がですね、多良間幼稚園で、その右隣が多良間小学校です。右側は多良間小学校の校庭でしょうかね。この小学校の中を貫いているこの道がですね、割と重要な道のようですよ。これ先に行くとね、左側に、多良間村役場があるんですが、この道の西側が中筋、東側が塩川という二つの集落がこの道を境に向かい合っているということになりますね。羽ばたけ多良間港。綺麗だね。花が綺麗ですね。お、二宮金次郎の像があるではないか。そして、小学校の隣が多良間村役場です。カラフルですね。日本で最も美しい村。生活に根ざした風水村落。この道が県道なんだね。県道205号線。これが東西の目抜き通りで、ここが南北の目抜き通り。こっちも目抜き通りって目抜き通りなのかな。この辺りがですね、村の中心地です。スーパーがね、2軒向かい合ってます。右側が A コープ多良間店で、左側が中央スーパー。こういった RC 像の民家もですね、1959年、昭和34年の宮古島台風の後に建てられた建物ですかね。すごいテラス建築ですよ、ほら。軒が深いだけじゃなくて、2階にめっちゃ広いテラスがある。福木の屋敷林が残っております。東西方向の道には屋敷林残ってるね。ここもそうですね。これだけRC 像の民家があるっていうのもですね、
沖縄の島の中じゃ珍しい方じゃないですかね。多良間島ならでは、バルコニーのところ、テラスのところの手すりは花ブロックというものですね。また、南に向かってます。ほほう。特徴的な家が出てきました。大テラス建築ですよ。すごいなぁ。1階は店舗だったんですかね。電気屋さん。深い深い。これね。で、手すりのね、あれは焼き物かな？焼き物か PC かわからないですけどね。あれ、共通してありますね。あれがついてる家も結構あります。同じようなのがね。で、構造体は中にこうあるんだけど、外側にフレームが回ってんだな。大テラスですよ。あそこもそうだ。大テラス。あったあった。これこれ。コンクリートだね。コンクリートほら。こっちがわかるかな？コンクリートで鉄筋が一本中に入ってる。焼き物じゃないね。コンクリート製でした。多良間駐在所。誰もいない。これ東西の目抜き通りですね。右行くとスーパーのところ行きます。行くんですが、どうしようかな。ちょっとこの一角ね、この左側の塩川の一角を歩きましょうか。テラス建築が結構あるもんですからね。平屋の主だって、こちらの家は増築用の柱が飛び出してますね。そして、この辺からテラス型が出てきます。で、これ同じような作りなんだよ、あそこね。テラスの外にフレームが回ってんですよ。この家とかね、同じでしょう。フレームが回ってるんですよ。この信号はですね、島唯一の信号です。はい、ここにしかないそうですよ。この部屋を増築したりするためのものなのかな。ちょっと違いますな。だけど、手すりのPC、プレキャストコンクリートの飾り、手すり粉は一緒ですね。かっこいいですね、この家は。島唯一の信号。そして、その近くに島唯一のものがもう一個あります。そうです。島唯一のガソリンスタンドです。島唯一の信号から南にどんどん歩いていきます。氷、島を愛す、島のアイス。渋いね。大木公民館ですって。いいね、このロゴ。
また南のですね、宝護林のとこまで来ました。塩川地区の宝護林ですね。さっき見たところからずっと繋がってますよ。でも宝護林なんですけど、向こうがね、東からずーっとやってきて、ここで直角に曲がってですね、北の方向に向きを変えています。要はここから向こうに集落がありますね。その集落を抱きかかえるようになっているということですね。でね、ここに食堂があります。種火食堂。ここは昼だけやってる食堂なんですけど、今日は日曜日なんで定休日。っていうかね、昨日も休みだったんですよね。空手の大会に行ってきます。3月7日8日お休みさせていただきます。応援のほどよろしくお願いいたします。一旦種火食堂で、この宝護林が途絶えましたが、ここから続いています。そんでですね、ここにも水場があるんですね。ここは塩川地区のフシャトゥガー。柵がありますね。同じ感じですね。うわぁ。すごいすごい。広い。これは、沖永良部とそっくりだな。で、水場だから、こう木が生えて根っこが下に伸びてってるのがわかります。ほらね。怖い。滑る。水場。あるのかな、水。いや、だけど面白いのはね、ここに光が入るようになってんだよね。ほら。光が差し込むように、掘る向きを決めてるのかもしれない。ここは塩川地区の一番南ですかね。でね、ここの道には居酒屋さんが何軒かあります。居酒屋ビッグ。何やってんの？子供が遊んでる。こんにちは。ここは居酒屋のなぎ。この家、ひさしが出てるじゃないの？これ。走ってきた。いいですね。子供が遊んでる島っつうのはいいな。ここはね、豊年祭をやるとこですね、お祭り。なんていうもの俺。ピトゥマターガン。これ。ピはわかるけど、イに丸ってどうやって発音するのさ。
どうなってます？ちょっと作りがよくわからないな。ここが、鉄筋コンクリート像の上屋があって、はい。ここが舞台みたいになってんのかな？そうですね。で、この客席みたいになってますね。ああ、そういうことかな。そうだそうだ。ここでやるんですね。踊りをね。で、そこにお社みたいなのありますけど、お社の前のこの空間で踊りをして、周りに人が座って見るという感じかな。舞台が2段、3段になってるね。スマムヌタラマに戻ってきました。お茶でもしますか。いやーもう天気悪いんでね、ワーケーションスペースでお仕事します。岩国の一つ、八重山東美ですね。お、船坂の村を歩く多良間島いかがだったでしょうか。隣の宮古島はですね、観光客の方がいっぱいいるわけですけども、ここ多良間島はあまりいません。沖縄の素朴な島、そんな雰囲気を味わっていただけたんじゃないでしょうか。島をぐるっと一周ですね、この綺麗な海をご覧いただいて終わりにしたいと思います。それでは皆さん、次回またどっかの船坂の村でお会いしましょう。さようなら。But time and again my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings. I'm too proud to beg and too numb for stealing. When I rode with you it was all downhill, and losing control was a part of that thrill. A part of me still wants you. Still wants you.
someone you don't know of. But these are long days, and even though you can tell, there's something I can't get over. I know I'm better off living without your love, but time and again my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings, too proud to beg and too dumb for stealing. When I rode with you it was all downhill, and losing control was a part of that thrill. A part of me still wants you, a part of me still wants you, a part of me still wants you, a part of me still wants you. We were crazy kids with a lot of feelings, too proud to beg and too dumb for stealing. When I rode with you it was all downhill, and losing control was a part of that thrill. A part of me still wants you, a part of me still wants you, a part of me still wants you, 島が見える。 a part of me still